皆さんこんにちは。今回は大人気北欧家族の1週間の夕食動画。カラフルで美味しい夏らしいスウェーデン料理に、暑い夏こそ食べたい和食に中華料理、北スウェーデンのご当地飯まで夏の豪華な7日間の夕食をぎゅっとまとめました。よかったらぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。犬と私と北欧暮らしの夏子です。今週はとっても大人気の1週間の夕食という企画やっていきたいと思います。私とヨハンで3つずつ料理をしていきたいと思っていて、私は特に最近ゲットした料理器具っていうのを使うっていうのが今回のテーマで、ヨハンはスウェーデンで食べられる夏らしいご飯を作ってくれるそうです。I will start this week off with some summer barbecue skewers. イエーイ。 So we're gonna do grilling. ね、こちらが今回の材料です。So we got for the skewers themselves, the skewers here, we have some green onion, some paprika, some meat. Now we have pork here because the beef was so expensive. We've got onion and we got some mushrooms. So I'm gonna keep it pretty simple this time too. I was thinking of putting halloumi or something, but we did not have it. So I'm just gonna keep it like that. But then also I'm gonna make clipped potatoes, so just like have some sweet potatoes and some regular potatoes. We're gonna cut a quarter and then boil the quarters for a little bit and then give them an oil bath with some spices and then into the oven. First thing I want to do is just clean up the sweet potatoes and potatoes and get them ready to boil. これがスウェーデンのスイートポテト。さつまいもはこんな色をしています。なんか日本のやつと全然違うの。 So I think maybe 8 minutes-ish. こんな感じでじゃがいもがいい感じに茹で上がってきたら、油を混ぜてオーブンに入れカリカリになるまで焼き上げていきます。お次は野菜やお肉を一口サイズにカットしていき、私たちはポークだけどチキンも全然ありだと思うし、やっぱりビーフが一番 I think beef is probably the best for this, but ね、美味しいよね。 it was so expensive, so 本当にお肉高いから。 It looks very tight. yeah. It should be tight. できた？できた。すごい。こんな感じでどんどん進めていってもらいます。Seasoning? Yes. Salt, and I want black pepper, and I think that's maybe it. 今回は炭火の美味しさが際立つよう塩コショウのみで味付けをしていきたいと思います。大量の串が出来上がりました。お願いします。It's so bright. It's very bright. Good luck. Thank you. Let's put on a couple. Maybe I can put one on here too. Nice. And two more. Then only two more. 1回20分で取り出して、結構柔らかいから気をつけないとだけど、こんな感じで焦げ目をつけるために向きを変えていきます。残り20分はもう1回オーブンの中で温めたいと思います。Almost done. 1日目のお料理の出来上がりです。すごい。 It looks really good. Yeah, it smells good too. Yeah. Wow. And we're drinking this Thurbo Triple IPA. And it's 11%. So すごvery strong. い。すごいね。度数が 11% のビール。なんかダブルイーパーって言って、私たちが好きなイーパーっていう種類があるんだけど、それでも結構すごいの。でもトリプルイーパーってことはすごいんだと思う。じゃあ乾杯。乾杯。美味しい。 It's really good. Dig Dig in. in。ベアルネーズソースはお肉と合うソースです。私はそのままちょっと食べてみようかな。いただきます。 I'll grab some potatoes. わお、美味しい。美味しい？いつもさステーキにするけどすっごい食べやすい。でも日本のお祭りで買うやつはさ、なんか肉串とか豚バラとかさ、同じ種類のやつなんだけど、これみたいにさ5種類6種類がこうやってなってるのすごいいいと思う。食べ応えあるし、どこ食べても美味しいみたいな。なんで今までやってこなかったのかっていうぐらい美味しい。美味しい？Can I try? 美味しいよね。
なんかヨハンが言ったみたいにこの食材がさかなりこう密に重なり合ってるのもポイントらしくて、それでこのパプリカがお肉のエキスを吸ったり、このお肉が玉ねぎのエキスを吸ったりっていうので全部が美味しくなるっていうのが魔法らしいです。このポテトもマジ美味しい。でも、probably we should have put 3 more minutes. I think a few more minutes would have been good, But yeah, they're still really good. Yeah, really nice. You happy? I'm really happy. なんかもしかしたらこの日の食事が一番美味しいんじゃないかっていうぐらい美味しいんだけど、明日私担当なので頑張りたいと思います。ということで、はいどう。はいよー。1週間の夕食2日目は私が担当したいと思います。そして今日作るのは、私実は初めて作るんですけど、餃子作りたいと思います。餃子も2種類作りたいなと思っていて、1つ目は自分の手で作る手作りの皮の餃子、そして2つ目がライスペーパーを使って包む餃子っていうのも今回作りたいなというふうに思っています。 YouTube で真似させていただくんですけど、 200g の薄力粉に 110g の熱湯を入れて5分ほど混ぜるっていう方法を取ります。多分なんとなくできたと思うので、これをかけてこのまま、30分間休ませてる間にあん作りっていうのをやっていきたいと思います。餃子に使う材料はこちらです。まずは白菜を使うのと、あとひき肉。私たちは普段この牛と豚の合いびき肉を買ってるので、今回もこれを買ってて、で昨日のバーベキュー串の半分使ってない部分を今回使って、あとニラがねなくってさ、スウェーデンのニラに一番近いもので、そのニラっていうのがガーリックチャイブとかチャイニーズチャイブって言われるんですけど、これは普通のチャイブを買ってて、あとは生姜とニンニク、そしてこれこの前使い切れなかったみじん切りの玉ねぎもあるので、それも使いつつ、このライスペーパーも使って今回やってみたいなと思っております。これにご飯を炊く予定です。はい、これもみじん切りしていきたいと思います。ちなみにスウェーデンでは白菜のことをチャイニーズキャベツもしくはサラダキャベツっていう風に言います。そんな感じでどんどんみじん切りしていきます。ネギと白菜を今こんな感じでできたので、これにお塩を入れて揉んでいきたいと思います。はい、どんどん塩もみをして水が出てきてるんですけど、このままとりあえず15分ぐらい置いて塩が浸透するまで待ちたいと思います。お酒がないので、代わりにロゼワイン、そして醤油、キッコーマン、これはすいません適当でございます。でちょっと砂糖、なんかね砂糖を入れると味のまとまりが出るんだって。鶏ガラスープの代わりにウェイパーを入れます。でジンジャーをもしかしたら刻んでもよかったかもしれない。これでも美味しいと思います。ガーリックはもうプレッサーでプレスして、そうそうみじん切りのやつも入れとこう。では絞った野菜を入れたので、これをこねていきます。でも餃子って作るの結構、種作ってさ、皮作ってって、あと包んで焼いてって考えると結構大変ですよね。こんな感じで種ができました。でこれを一応寝かして生地が落ち着いたと思いますので広げる。ここでヨハンにも手伝ってもらいながら餃子の生地を丸く切り抜いていきます。分厚いかな、どうでしょう。はい、では実際にこの作った餃子の皮を包む作業。まずこうだね、半分に水をつけて餃子をさこうやって置いて、皮が多分もちもちだからすごい弾力が。シューマイちょっと作ってみようかな私。すごいIt's really good. Yeah, you're so good at this. I'm not. なんとかコツをつかんだ気がするようなしないような。スウェーデンすごい乾燥してるからさ、もう1秒ずつさ、もうこの皮もパリパリになってるんですよね。だから早くしてあげたいんですけど、こんな感じで
こっちが私が作った餃子、そしてヨハンが包んでくれた餃子2パターンできたので、これをスティーマーで今から蒸していきたいと思います。このライスペーパーバージョンも作りたいと思います。お湯にこれをくぐらせて、多分生春巻きと全く同じやり方で、これはそのままフライパンで焼く感じかなと。竹のいい香りがしてきましたよ。ちょっと中を覗いてみたいと思います。すごい。15分ぐらいスティームしたので、ちょっと見てみようと思います。いくよ。じゃじゃーん。It looks good, right? It's pretty good. 2段目も。はい。で、こっちはちょっと難しいなと思って、ライスペーパーだからすぐ破けるんだよね。でもこのフライパン自体がテフロン加工されてるので、くっつくっていう心配はなかったです、今回。はい、そんな感じで早速食べていきたいと思います。おお、ヨハンさんが作ってくれた餃子と私が作った餃子とシューマイ、こんな感じになりました。はい、ライスペーパーで作った餃子もどきも完成です。ではでは、いただきます。いただきます。Oh, I really taste like gyoza. あ、本当？ Yeah. よかった。じゃあヨハンさんのやつをいただこうけど、でっか。普通の餃子より多分大きいと思う。めっちゃ美味しい。I will try this rice paper one too. It's chewy? どう？ Also very tasty. 本当？結構ね、もちもち。このフィリングがめちゃくちゃ美味しい。こんな感じで引き続き食べていきたいと思います。It's so good. ね。Very nostalgic taste. 今日は月曜日だったんですが、明日はヨハンさんにお願いしようと思っています。Alright. See you tomorrow. See you tomorrow. はい、3日目です。Yes, we're on the third day, and I'm gonna make a classic Swedish smörgåstårta, which is something that is, I would say, usually eaten in the summer parties. It could be like a graduation party, a birthday party, something like that. これまでも動画で何度か出てきたサンドイッチケーキ。このケーキみたいな見た目はちょっとインパクトがあるんですが、火を使わずご家庭で簡単にできる夏のおすすめ料理なので、早速ヨハンに作り方を教えてもらいましょう。 Start with some mixes. So we have here, we got mayonnaise, we got creme fraiche or sour cream, we got some cream cheese, and then for mixing into them we have tuna, we have shrimps, we have dill, we have green onion, we have regular smoked salmon, and we have some smoked ham. So this is the bread we have. This is kind of traditional one that we could buy like fully made already. So they're very soft. So I'm gonna get started. 1 deciliter of mayonnaise, about 1 deciliter of gräddfil, sour cream. I'm gonna try to chop it pretty finely. Put that in there. ここにお好みでフィラデルフィアのクリームチーズを入れたら、 Some ham. Use 3. I'm gonna try to chop them up. フィリングの中に入れるよう細かく切ったハムと隠し味のマスタードもティースプーン1杯分入れ、あとはお好みで塩コショウで味付けをしていきます。ということで、1つ目のフィリングが完成です。じゃあ2つ目お願いします。So the second one is essentially the same to start. サンドイッチケーキの2つ目は先ほどと同じ分量プラスツナ缶を使い、 So here we got some dill. スウェーデンの夏はやっぱりディル料理が多くなりますね。Dill is popular. ディルはもしかしたら家庭菜園でお家にある方もいるかと思うんですが、スウェーデンではとても一般的なハーブになっていて、これとじゃがいもを一緒に茹でるだけでもスウェーデンの味になるのでおすすめです。 Okay, and let's add that in. エビも夏の食材ということで、 Okay, サンドイッチケーキに入れたいと思います。 let's mix this up. こちらが2つ目のシーフードフィリングです。で、こっちが1つ目のハムフィリングでございます。 And now we're moving on to the bread.
to the bread. To the bread, Gemma. It's very soft. もちもちだ。弾力があります。今回はお肉と海鮮のサンドイッチケーキを両方食べたいということで、先ほど作ったフィリングをこんな感じで半分ずつ塗っていき、1段目と2段目にたっぷりフィリングを重ね塗りしたらいいんじゃない？ Yeah, to let that soak in. そして待っている間にパンの上に乗せるクリーム作り。分量はお好みなんですが、さっきのフィリングより少し固めに作りたかったので、クリームチーズを多めに入れて塩で味を整えます。 I would say about 4 hours now, Yeah. I think. Or 5. Maybe 5. So hopefully it has absorbed a little Yeah. bit. This looks good. ね。 Let's just start covering this. ハムに合うのはチャイブ、海鮮に合うのはディルということで、私たちは今回ハーブを2種類使うんですが、ここからサンドイッチケーキの主役、好きなトッピングを自由にデコレーションしていくと、いいじゃん。I don't know if this is gonna look very nice, but でも本当エビサンドイッチ人気だから、こうやって小エビをね、パンと一緒に食べるのめちゃくちゃスウェーデンっぽいね。 yeah. こっちがお肉サンドイッチで、こっちがシーフードサンドイッチです。でこの真ん中にゆで卵を置くらしいですよ。こんな感じでございます。ここから最後の仕上げです。かわいい。いいじゃんいいじゃん。エビサンドイッチにも必ずレモンがね乗ってたりするので、なんかマヨネーズでちょっとこってりなんだけどレモンで爽やかにするっていうのが定番ですね。最後の最後にカットしたレモンをこうやって飾り付けていくと、いよいよ完成です。すごーい、完成です。今日はおごちそうなので、私はちょっとロゼワインを一杯だけ飲みたいと思います。Now it's just Tuesday, but it feels like a sin to drink like water or milk. Smells so sort. 乾杯。乾杯。いただきます。Tastes correct, right? お、ジューシー。 You see? Yeah. 美味しい。一口食べるたびにいろんなフレーバーが口の中に広がっていき、見た目も鮮やかな夏らしいスウェーデン料理。これ多分日本でもできると思うから、同じパンじゃなくても食パンのサンドイッチ用のパンとか薄いパンでもできると思うので、作ってほしいね。日 Yeah, 本でもね。 Yeah, it's very easy to make. Thank you for cooking. You're welcome. Thank you for helping. 明日水曜日は私担当です。 I'm looking forward to it. Yeah. ということでまた明日。皆さんこんにちは。今日は水曜日です。私が担当なんですが、今回はこちらの中華鍋を使って酢豚作っていきたいと思います。ヨハンが多分食べたことない味なので、ちょっとどんな感じの反応になるかなっていうのがドキドキなんですけれども、頑張って作っていきたいと思います。ではまずは材料の紹介から。今回使う予定の材料なんですが、豚と、あとこれはなんかスウェーデンの冷凍食品コーナーにあって、ウォックっていう中華鍋を使った料理を作る時にこれごと売ってあるんですけど、これを使いたいと思います。でやっぱり彩りがさ欲しいなと思って、パプリカ、そしてピーマンがちょっと見つからなかったのでグリーンのパプリカも買って、あとはここら辺かな。こんな感じでちょっと酢豚作っていきたいと思います。酢豚なのでちょっと揚げようかなと思っていて、これで初めて揚げ物をしたいと思っています。もうすでにこの中華鍋使ってるんですけど、めちゃくちゃ使いやすくてお気に入りです。やっぱりねテフロン加工されてるからテカテカで滑りがよくって使いやすいですね。ということでまずはお肉の揚げることからやっていこうかな。お肉はねちょっと私は大きめが好きなので、一口大大きめに切って、お肉に卵を割っ
塩コショウで味付けをします。片栗粉ここに入れていきます。ポテトパウダーって多分同じことだと思うので、焼き揚げっていう感じで飛ぶかな。ちょっと飛ぶと怖いのでこれを使いながら、はい、火加減に気をつけながら少なめの油でパパッと3分ぐらいかな揚げ焼きしていきたいと思います。はい、こんな感じで結構いい感じに、とりあえず、お皿に出して野菜をね次に炒めていきたいと思います。はい、そしてその間にこちらのね炊飯器でご飯も一緒に炊いていきたいと思います。次に、野菜をザクザク切っていきます。このね野菜が結構ほら細かいので、これはちょっと食感を残すために大きめに切っていこうかなと思います。そこにジェマいるんだけど気づかなかったはい、ではで硬いものから入れていこうかな。でも日本に帰ったら中華料理もだけど冷やし中華食べたい。さっき使った油のねちょっと残ってたので、それで今炒めております。もう入れちゃおう。中華ミックスの中には普通の人参に黄色い人参、栗、ヤングコーン、さやいんげん、パプリカ、紫玉ねぎにキノコが入っているみたいです。そしてパプリカも入れていきます。あとね、この前食べきらなかったポテトも後で最後に入れたいと思います。こんな感じで、あとは火が通ってお肉入れてタレを入れて完成ですよ。はい、野菜炒めて全部入れたら結構な量になりました。最後にとろみをつけてこんな感じで、もうゴロゴロ感がすごい。完成です。美味しそうだよね。Yeah, it looks really nice. ではではいただきましょう。じゃーん、酢豚でございます。せーの、いただきます。酸っぱいでしょ、ちょっと大丈夫？ It's very nice. うん。 It is a little bit sour, but it's not bad. うん。 It feels a little bit nostalgic too. Like Dad used to make a wok kind of similar to this when I was growing up too. これすごく私にとっては夏に食べたいスタミナ料理って感じで、ニンニク、ガーリックも入ってるし、やっぱり酢が入ってるからさ、なんかお酢の力って私あるかなと思います。No, it's very good. うん。残り私とヨハン1個ずつかな。なのでちょっと最後の最後まで皆さんに楽しんでいただければと思います。ではでは引き続き食べたいと思います。 You're so tired and cute. Okay, so today is my final day for cooking for this video, and I'm making hamburgers. I'm gonna grill hamburgers even. So over here I have the ingredients. We have the minced meat, pork and beef. We got some Worcestershire sauce, some soy sauce, some brown sugar. We got garlic powder, paprika powder, salt and pepper, and butter. And these will all go into the patty. Also, actually, I think I want to have some panko, which I forgot about, but I think panko would be good to put it in. Then we have this stuff over here. We got some cheese, some onion. We have an avocado. We got tomato and cucumber, and these are things that I will cut up to have inside the burgers, so not in the patties themselves, but on top of it. And I'm gonna be grilling at least the onion, and that's going to me to try to cut up and grill the tomato too, so I will try it. Let's see how it turns out. For a side, we got our hamburger buns, of course, and then use pre-cooked, pre-made French fries that we just put in the oven. And I am going to be using this to film today, so you get a first-hand view of the cooking. Yeah, so I think that's it, so I will just get started. それではアクションカメラをつけた状態で実際に作業をしてもらいたいと思います。I will just melt the butter first, and I'm not gonna do this on a recipe really. I'm just gonna go on feel. まずはバターを溶かし、そこにウスターソース、醤油、パプリカパウダー、ガーリックパウダーに塩、胡椒、砂糖を入れ、ソースを混ぜ合わせたら
ひき肉に味がしっかり染み込むように手でこねていきます。次にハンバーガーに挟む玉ねぎやトマトを輪切りにし、お好みでチーズも分厚くカット、きゅうりとアボカドも薄くスライスし、よくこねたお肉をハンバーガー用に丸く整えたら、ということで材料の準備ができたみたいです。で、私はフレンチフライ担当になったので、ポテトをオーブンに入れる係でございます。ここスウェーデンでとっても人気なチムニースターターというバーベキュー用の炭を作る装置に、炭や新聞紙、グリルオイルを使って火をつけると、一気に炭火の準備が完了です。So I'm gonna use this to press them on because I don't have a hamburger press. I'm gonna put this on. If I can squeeze this out a bit before I put it on. Now I'm just waiting for heat to rise up so I can see it's time to turn it around. お肉の焼き加減を見ながら一つ一つひっくり返していきます。Okay, I'm gonna try these. See if it works. Oh, that was my idea to put a wedge on me. I'm gonna check it again. The cheese is not melted yet. ヨハンが煙まみれになってお肉を焼いてくれている頃、じゃーん、ポテトの完成です。 I cut one open to look how it looked, and it looked very much ready. And the cheese is melted. Sadly, a lot of cheese got lost down in between. And tomatoes looks like they were kind of successful. So much stuff fell between the bars, so I think we need a different plate for doing this kind of cooking. それではいよいよ実食です。ということで、じゃじゃーん、1つ目のフライドポテトとハンバーガーのハンバーグできました。めっちゃ美味しそう。チーズが乗ってます。実際に食べたいと思います。じゃーん。 Very high. Very high. いただきます。わお。まだハンバーガーしか食べれてないけどさ、めっちゃ美味しい。Sorry about grilling twice in a week, but I guess now it's summer and the weather is pretty good. Have to take your chances when you can. このハンバーグだけ食べたい。マジで美味しい。ということで、明日は私の担当です。今日はありがとうございました。Yeah, I'm looking forward to tomorrow. Okay, see you tomorrow. 私の最後の日はじゃじゃーん、こちらのお好み焼き作っていこうと思っております。2人前が1セットしか残ってなくて、でちょっとこれだと足りないかもしれないなと思って、じゃじゃん、このそば、これ実はスウェーデンでも買える日清さんの焼きそばなんですけど、これ超美味しいので、これも作っていこうと思います。でこれは火薬が一応入ってるんだけど、それだと足りないかなと思うので、キャベツを大量に使った、これはなんか春キャベツみたいな、日本食最後作っていきます。見てください、この鉄板。私の手で言うと結構ね、お好み焼きは3枚ぐらいは焼けそうですよね。これでちょっと大きめのお好み焼き2枚焼いていきます。豚バラをちょっと厚めなので先に焼いちゃおうかなと思います。これは30歳のお誕生日にヨハンにプレゼントしてもらった鉄板焼きで、焼肉やハンバーガーなどテーブルの上でジュージュー焼きながら食べられるので、とても気に入っています。水、お好み焼き粉、これ本当にふわふわになるから美味しいんですよね。で、卵を2つ。まずはね、材料を全部投入して、キャベツ結構たっぷりめに入れました。で、残りは焼きそば用で取ってあります。厚さ2センチで焼くそうですよ。置きました。どうかな。お肉をさ、もうほぼ焼けてるやつを乗せてひっくり返したい。ちょっとうまくできるかわかんないんですが、
ひっくり返します。せーの。出てきた。肉。いいんじゃない？でもちょっとこっちはね、もうちょっと大きいんだよね。あ、こっちなんかうまくできるかも。もえ、せーの。おお、できたー。めっちゃ美味しそうかも。じゃあこのそばもさ、やっていこうかなと思います。先にキャベツ入れちゃった。大丈夫かな。ここで鉄板焼きすればよかったかもしれない。で、さっきの豚バラはあるので、一緒にここでさわーって炒めていきたいと思います。ではもうそろそろ焼きそばを湯切りしてここにのせて火薬入れてまいります。でこのソースめっちゃ美味しいから、これに最後火薬を足し、こんな感じでいいかな。これも入れたいんでした。ソース。ちなみにこれもこのお好みソースもファンの方にもらってそれをね大切に使わせていただいてます。スウェーデンで。あとキューピーマヨネーズもあるので持ってきます。この1本55クローナする高価なマヨネーズを惜しみなく使おうかな。私のやつには青のりもかけちゃいます。ヨハンは多分いらないっていうから私の分だけ。青のり美味しそう。香りすごい。2つあるから2つかけちゃおう。これはちょっとこれにかけるか。後で鰹節あるから、私は鰹節もこの2本らしいね。おお、すごーいじゃじゃーん、お好み焼きです。これはとろろこが入ってるので本当にふわふわです。いただきます。いただきます。うん。美味しい。美味しい？いただきます。あ、そう、私たちがさフォークとナイフで食べてたからさめっちゃ笑われたよね。だけどフォークとナイフでちょっといただきます。That's really good. スウェーデンのマヨネーズもあってさ、結構こってり。でもキューピーマヨネーズは酸味があって、なんか日本の料理に合うのかな。めちゃくちゃ美味しいです。なんか日本の製品とかはあんまりないけど、これは本当に日本の味がするから、なんか日本食食べたいってなったら結構私は焼きそばを買って夜食とかでさちょっとこっそり食べたりします。感動しちゃうぐらい美味しい。もうここまで来て最後の日はちょっとみんなに紹介したいレストランがあるから、そこにみんなを連れて行きたいと思います。 First time I've been there, so it's gonna be interesting. Very traditional food for up north, called palt, or even Pitepalt. Piteå is the city we live in, so you know, something that people love here, and they call it the paltzeria, like a pizzeria but with palt instead. 明日がラストの日です。ということでよかったら最後まで見てくださいね。今日の夜ご飯は外に食べに行くことになったので、今そちらのレストランへ向かっております。もうすぐレストランに到着します。到着です。最終日は北スウェーデンのソウルフードピーテパルトというじゃがいもを使った伝統的なお料理を食べに来ました。パルト専門店のこちらのレストランでは18種類のメニューから様々なピーテパルトがいただけるんですが、その中でも一番一般的な1番、3番、4番は食べ放題があるとのことで、2人とも食べ放題のビュッフェをいただくことに。すごい。はいはい。大きくね？やばい、OK。やばいね。タルトは、あ、そうそう、それ一番美味しいやつ。Okay. 私ももらいます。I will start with this. Yeah. 結構さ、お腹いっぱいになっちゃうから、ちょっとずつ取る方がね、スマートだと思うんだよね。I will take 3. 3だけ？ 4. It's good. Thanks. すごい。ザ・スウェーデン料理ですね。でかっ。一番小さいのがいい。すごい。ありがとう。すごい。ポテトにポテトにポテトですね。そうそう、ミートボール用のソースだね。欲しい？私も、ナイス。Thanks。こんな感じで
このバターとリンゴンベリージャムと一緒に食べるということで、このパンも食べれるみたいです。ということで、こちらのレストランに、外で食べれるセクションもあったので、こちら私たちは外で今日いただきたいと思います。ミートボール以外、全部ポテトなんだよね。これ何？ Kind of scared. This is the blue pulp. 豚の血だよね、きっとね。ブラッドプディングは甘めだけど、How does it taste? Is it a little bit sweet? Yeah, it's a little bit sweet. 見てください。中がこんな感じになって、塩漬けされた豚肉がね、入ってるんだよ。このピテパルトの正体を皆さんにお見せしたいと思います。もちもちなの結構。多分ね、これホームメイドで。わー、すごい。まず、一口何もソースなしでいただきます。Meat is very salty. Yeah. 美味しいです。このさ、リンゴンベリージャムがすごくさ、甘酸っぱくて合う。私半分食べたんですけど、結構さ、お腹にたまる。実は私は前回これ食べたのね。で、私の友達がこの今さ、ここの中に入ってるお肉自体がさ、豚なんだけど、そうじゃなくてトナカイ食べたんだけど、なんか全然味が違ったから、いろいろな種類があるみたい。Was that the first time they tried reindeer? I think so. で、なんか私たちはさ、結構ピテパルトっていうこの食べ物をスーパーとかでも見かけるし、学校の給食にも出てくるような感じなんだけど、南スウェーデンでは食べないんだよね、ヨハン。No. I don't know if I ever ate pulp before I came up here. ね。そうそう。でもこっちの人はさ、お祭りとかでも食べてるしさ、We have seen people like frying. Yeah, it's festival food. そうそう。びっくりしたよね。笑っちゃったよね。でも本当にみんなもうね、大好きなソウルフードっていう感じで、なんかレストラン行ったら必ずこのピザサラダっていうのが食べれるんだけど、キャベツの酢漬けにペッパーとかが入ってて、あと甘みもあって結構美味しいやつです。Oh, come on. お腹いっぱいになった？ You don't wanna go for the refill? No. No? But it's buffet. Yeah, I can't go for anymore. I'm done. I'm defeated. So funny. You're like 2 meters tall man. You only ate one. But I got a lot of steak pulp and the meatballs and Okay. But yeah, it was big. It's so funny. Like, 私はあとちょっと残ってるんですけど、これ食べた後にもうちょっと取りに行こうかなと思ってるけど、I can eat a little bit more. めちゃくちゃ美味しかったけど、1回しか食べれなかったんだけど、私も。It's too filling. 日本にね、住んでらっしゃる方はなかなかそのピーテパルト食べる機会ないと思うんですけど、スウェーデンに来た時はぜひスーパーとかで買えるので食べていただきたいなと思います。これで今回の7日間の夕食は終わりなんですが、皆さんが気になった料理何かありましたか？次回作ってほしい料理なども合わせてコメント欄で動画の感想もお待ちしています。ヘイノー。おやすみなさい。